ワールドラバーで大ヒット。リピーターが続出。レシーブが楽しい。究極のチャンスメイクラバー。アポロ5超極薄。動いた。なるほどね。動いた。ちょっとバック準備した。で、相手は考える。真ん中に来た。の方にちょっと流し振りくりと少し流し。皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。本日のゲストは中国卓球のモーコーチです。モーコーチは池袋にある中国卓球でレッスンをしています。また中国卓球クラブは池袋だけではなくラモン卓球クラブ&バーもオープンしました。詳細は概要欄をご確認ください。本日の動画のテーマはモーコーチがおすすめするフォアハンドフリックについて解説します。この内容はシェイクペンどちらでも活用できます。中国語ではティアオと呼ばれます。ティアオは主に台上プレーで使う技術で、短いボールを前に持ち上げるように軽く打ち上げて相手コートに返す動作のことです。フォアハンドフリックは特に台上の短いボールに対して打ち込むとミスが増えやすい技術です。ここでモーコーチが入る方法を詳しく解説しています。フォアフリックがうまく入るようになると相手にとって大きな脅威となり、こちらが台上で有利なプレーをすることができます。フォアハンドフリックをうまく活用したい方はこの動画必見です。私たちはこの動画を30言語に翻訳し、卓球で世界をつなげる活動をしています。卓球技術に興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。動画の感想やリクエストがあればぜひコメント欄に記入してください。皆さんの反応が私たちの動画を作る力になります。よろしくお願いします。ではモーコーチのレッスンを見ていきましょう。皆さんこんにちは。中国卓球のモです。で今日は、エゴダ、練馬区エゴダ、ラモン卓球クラブ&バーで、この動画を皆さんに、お届けいたします。どうぞよろしくお願いします。では次、フォア前フリック、フォア前フリック、ミドル前フリック、ちょっとバック側よりのフォアフリックの方をちょっと説明を、いたします。フォア前のフリックは中国語でティオ、ティオ、そういう発音になります。で中国語で一つ文字の中には意味が決まっているので、ぜひ、楽しく遊びの気持ちで中国語を覚えましょう。ではフリックで何ですか？フリックは攻撃ですね。攻撃しに行くにはボールが走らないといけないね。ボールを走るためには少しのバックスイングを取らないといけない。そうすると例えとしたらフォアハンド、これ大きいですね。じゃあフォア前フリック、これはちょっと大きいですね。フォアハンドはこのぐらい、フォアドライブはこのぐらい、フリックはこのぐらい。するとドライブは大きい、フォアハンドは中、フォア前フリックは小で、小中大に分けていくと考えればいいと思います。でフォア前のフリック、ミニフォアハンド、フォアハンド一応バックスイング取りますよね。そのフリックをスイングを少し取ってほしい。どこでスイング取る？横から見るとボールが入ってここに入ったバウンド、そうすると大体ここまで跳ね上がってからこの辺で落ちていく。頂点はこの辺ですよね。そうするとバウンドはここだけどもスイング取るときは跳ね上がるから10センチから20センチ間に空間を空けておくと叩く払うスピード時間を加えられるね。一回やってみましょう、ポイントの方がよく気をつけてよ。スイングちょっと取る10センチから20センチの間で、さらにタイミングはできるだけ頂点で戦っていくと時に、もうさフリックの時に手首使いますか、腕使いますか？よく質問ありますよね。皆さんちっちゃいボールだと手首使おうっていうのは大体イメージ。しかしフリックの時には手首だけではないんです。できるだけ前腕なんですよね。前腕があってから
手首がある。手首が動く大きくなるとミスする原因になるので、皆さんも練習の時試合の時も頑張ってフリックしたのになんかミス多い。それは手首がグラグラするからミス出る。なので手首の役目はラケットの角度を調節、開く、閉じる、開く、かぶせる、上がる、下がるの役目です。手首の役目は。じゃあフリックの時手首使わないですか？ほぼ使わない。じゃあどうやってスピード出るんですか？前腕の折る、肘を折っていくの速さとひねりの速さでスピード出る。じゃあ手首の役目角度終わってから当たる瞬間は親指と人差し指、この2本の指で挟んで握って十分スピード変わっていますので、そこで気をつけてやってみてください。うわちょっと開いていくね。これがスイングです。あと気をつけていくのは、こういう向きはダメ。こういう向きもダメ。少し右斜め向いてから、こっち向いてからフリックする。そのボディを使っていくね。フォアハンドでこうじゃないですか。フォアハンドはこれこんな振らないよね。これはフォアハンドでミニフォアハンドね。うわ張りにくいな。角度を少し変えたらストレートのフリックにも普通にいきますよね。うわごめんなさいごめんなさい。うわ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 これで相手の動きを見てちょっと角度を変えたらクロス、ね、スイングがあったからこれがあったからどっちに来るかは分からない。これがスイングないとこのままいるとバレるから、このままだとバレるから。でも引くとどっち来るか分からない。それで相手の動きを読んで、あ、動いた、なるほどね。動いた、なるほどね。動いた。ちょっとバック準備した。あ、終わった。で、相手は考える。真ん中だけ行った。で、相手は考える。真ん中だけ行った。残りちょっと流しフリックすると、少しの流しフリックすると相手が動けない、ね、ここがスイングがあったからできる。もしこれがないとできないので気をつけてみてください。なるほどね。動いた。で、相手は考える。真ん中だけ行った。最後、ポイントいきますよ。ここ、今のボールの高さがネットに超えてくれば、ネットと同じ高さの羽が必ず出ます。で、ラケット位置、
今ラケットがボールの真後ろ下にいます。そうするとラケットのヘッドの上、ラケットの上の部分でボール当たるからフリックはしやすい。もしラケットの下でここでやっちゃうとミスしやすい。ここでやっちゃうとミスしやすい。なのでネットを越えたら高さがネットと同じぐらいの高さにラケットの位置をボールの真後ろに、ラケットのヘッドの上の部分に当たると入りやすくなる。そこ大きなポイントです。この高さで入りやすい。低いだと落ちる。なのでラケットの上の部分で叩くと入りやすいですね。フリックの場合ね。おい海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。